今回はウユニ塩湖の空港から中心部へ行きます。早朝、ボリビアのラパス・エルアルト空港からボリビアーナ航空で1時間ほどでウユニ塩湖の空港に到着しました。すごい荒野だな。ネバダ州のモハベ砂漠のような景色でした。ウユニの空港に到着してタラップからエプロンに直接降ります。空がめっちゃ青くてボリビアーナ航空の機体が映えます。ボーイング737-800が映えますね。こんなに間近で飛行機が見えて嬉しいな。こちらがウユニのラホヤ・アンディヌ空港のターミナルです。2階のレストランから飛行機や空港を一望できますよ。空港の施設や設備はこれだけでとてもシンプルです。小さなターミナルにすごい人です。皆さん預け入れて荷物を待っています。Vamos pasando, por favor. Vamos pasando. こちらに預けた荷物が並ぶみたいです。まあまあゆっくりです。トラクターがスーツケースを乗せた台車を運んでいます。かわいい。ちゃんと空港仕様のトラクターですが、よく見るとクボタだ。日本のトラクターがウユニの空港で活躍しているってなんだか嬉しい。わあ、ここからは人力なんですね。重そう。ありがとうございます。観光客だらけで皆さん一つずつスーツケースがあるのですごい数。左側にあるタイヤも預け入れて荷物ですかね。左下に横たわっているのは私の足のないリモアさんです。荷物を受け取り、こちらは空港の1階ロビーです。少しだけお土産屋さんや事務所、レストランがあります。飛行機が到着する時間はたくさんのお迎えやタクシーが来ています。予約する方がいいですが、みんな街に行くので探してみて。タクシーや送迎会社に20ボリビアーノほどで頼むのもいいでしょう。歩くと4キロほどですが、直線も長いのであまりおすすめできません。私たちは日本人ウユニ観光ガイドの方が迎えに来てくれました。後ほどご紹介しますが、ウユニ唯一の日本人ガイドさんも飛行機好き。お互い乗り物好きなのでとても気が合いそうです。
2階には素敵なレストランがありますよ。私たちを乗せてきた飛行機がラバスに戻る準備をしています。久保田のキャラクターが空港だよね。展望室からラパスに帰るボリビアーナ航空を見送ります。タービンエンジンがいい音でたまりませんね。さあ出発するようですが、あれれ、プッシュバックはわあ、さすが田舎の空港は自走するんですね。しかもターンテーブルのようによく回ります。すごいかっちょいい。エプロンの左側、ランウェイ31から離陸するようです。さようなら。加速してきました。北側に長いのでリフトオフはかなり遠くです。あ、やっと上がりました。少し待つと次の飛行機が降りてきました。日本では見たことない4発タービンの高翼機です。軍用機みたい。うわー、かっちょいい。むむむ、あれがエコジェットの英国製 BAE146 アバロ RJ です。航空自衛隊の C1 や C2 輸送機みたいですね。しかもタービンエンジンが4機もついていてすごい。普通に
ンコ路線、上に路線。就航者は今年になってからですよ。小さい機体ですが日本にないので超感動です。さあ行くぞ。タクシーが数台止まっていました。ウーバーも使えるみたいです。私たちと同じ飛行機の方は皆さんもう就寝地に出発されたみたい。北米などで見るトヨタタンドラという大きい車です。ウユニのラホヤアンデナ空港を後にして市内へ向かいます。水たまりも鏡張りなのはさすがウユニですね。こちらの空港はボリビア軍も使用しているようで安全です。やっとボリビアに来たようなイメージの景色になってきました。街中に入ると道路が石畳で1月は水たまりが多かったです。ちょうど私たちが来る前に雨が降ったそうで最高のコンディションです。南米旅行のノウハウ34、ウユニの空港から市内編。午前中に飛行機が到着するので空港でゆっくりしても大丈夫。ウーバーやタクシーも使えて20ボリビアの400円ほどでぼったくりもなし。ただし歩く距離は近いですが路面はハードでおすすめしません。面白い像がありますね。もうウユニの街の中心部です。ウユニ駅前を西に行き、次のブロックをバスターミナルの南に曲がります。すると私たちが泊まるホテルが右手にあります。ここの通りがツアー会社が。それじゃね、バイバイ。